先行サーバーレポート。今回はフェアリン版です。3アタッカーのフェアリンとルイスの上位キーが追加された小規模イベントでしたね。前回の動画を見返してみるとスキル紹介がかなり細かかったせいで少し退屈に感じる部分もあったような気がします。今回は前回よりも少し軽めにスキル詳細や性能について語っていこうと思います。フェアリンは3属性アタッカーです。上位キーズミクル階級の非常に高い火力を持つのが特徴です。タイミング的には新世代の3属性人形とも言えそうですが、特別なコンセプトはあまり見当たらず、シナジー依存もそこまで強くありません。シナジーが少ない代わりに単体性能が非常に高いため編成の自由度が高く、一応他の3属性人形との軽いシナジーも存在します。クルカイ足すリンド足す防御力減少デバフで防御減少 100% を達成したり、受けたダメージの一部をウェルロットへ転移させたりできます。そしてハープシーもフェーリンと一緒に編成すれば、以前よりさらに高い火力を発揮できます。また、等環境でも活躍できるようになっています。基本的に移動禁止、スキル禁止に耐性を持っている上、貫突時には主力火力である特殊スキルで敵を撃破すると追加で2回使用可能になります。さらに、死亡時に周囲のボス以外の敵を実質即死させられる固有キーもあるため、戦略的な運用もできそうです。それでは、もう少し詳しく見ていきましょう。まずはパッシブです。戦闘開始時、そしてアクティブスキル使用時に、特殊スキルの使用可能回数が1回ずつ増加し、最大3回まで蓄積されます。さらにターン開始時、自身が属性マスの上にいる場合、移動力と与える3属性ダメージ、スキルダメージが増加します。またダメージを受ける際、3属性マスの上にいる場合はダメージの 50% を HP が最も高い味方へ転移します。そして強制移動、移動デバフ、スキル禁止に対して免疫を持っています。特殊スキルについてはウルトの項目で詳しく説明します。ターン開始時に属性マス上にいることでバフを受けられるため、バスティとの相性が良好です。また、3属性マス上で発動するダメージ転移は、被弾することで強くなるウェルロットとシナジーがあります。3属性マスを設置できる人形を最低1体は、一緒に編成した方が良さそうです。通常攻撃に特筆事項はなく、次はスキル1です。60% の範囲3属性ダメージを与え、対象のバフを1つ解除し、3属性マス設置、誘導、デバフ付与を行います。さらに SP を3獲得し、ランダムバフ1つも2ターン獲得します。スキル1のデバフは、フェアリンから受けるダメージ 15% 増加に加え、このデバフが再付与されると 60% の範囲3属性ダメージを受ける効果があります。誘導効果によって等では敵をコントロール不能状態にでき、マス設置やバフなど細かく優秀な効果も備えています。次はスキル2です。バフスキルですね。2種類の効果を獲得し、追加スキルもあります。1つ目の効果は3ターンの間、自身の攻撃力が 10% 増加する効果です。2つ目の効果は、味方が自身から8マス以内で敵にマス効果を付与した際、敵へスキル1のデバフを付与します。ターンごと最大4回です。つまり、マスを付与できる別の味方がいれば火力が伸びます。3属性である必要もないため、柔軟性が高いのが強みですね。次はウルトです。3×9 マスに 120% ダメージを与え、3属性マスも生成します。そしてその後、先ほどパッシブで触れた特殊スキルが使用可能になります。特殊スキルはパッシブで説明した通り最大3回まで使用可能です。また、使うたびに強化され、3段階まで存在します。つまり、スキル使用回数を3回分貯めてから使うことで、3段階まで使用できます。特殊スキルの効果は次の通りです。
まず1段階は 60% の範囲ダメージを与え、敵1体のみに命中した場合は追加で 30% ダメージを与えます。さらに特殊スキル専用でバフを付与します。2段階は 120% の範囲ダメージを与え、敵1体のみに命中した場合は追加で 30% ダメージを与えます。1段階でバフが付与されている敵にはさらに 50% ダメージを与えます。3段階は 240% の範囲ダメージを与え、敵1体のみに命中した場合は追加で 30% ダメージを与えます。1段階でバフが付与されている敵にはさらに 100% ダメージを与え、敵が属性マス上にいる場合はマスレベルごとに防御力マイナス 14% を付与します。つまり、段階が上がるごとに効果が強化され、新しい効果も追加されていく形です。単体相手に使っても非常に強力ですね。さらに1段階、2段階使用後には追加移動もあるため、マップ中を飛び回りながら複数の敵へ使うことも可能です。フェアリン火力の中核となるスキルです。武器については、低突ではグローザ14の武器の方がやや優秀です。武器を貫突するならフェアリン本人の武器の方が強力です。人形突破については無突でも十分優秀で、各突破ごとに段階的に強化されます。ただしダメージが最大の強みである準アタッカーなので、結局有効な突破は貫突か無突かという形になります。また低突の場合は無料で入手育成できるネメシスグノーシスに押される部分もありますね。各突破効果を簡単に見ると以下の通りです。1突で使い勝手が向上し、6突で大きく強化されます。また6突の特殊スキル使用回数増加は等で非常に強力になると予想されます。ルイスの上位キーはシンプルに強化されるタイプです。効果は次の通りです。ブリキの兵隊を付与した後、味方の非属性人形が4体以上いる場合は階級プラス1、階級が3段階に到達するとブリキの兵隊保持者の功績を全て消費したスタックごとにこのターン中の非属性ダメージプラス 6%、 会心ダメージプラス 6%、 最大プラス 48%、 非属性人形4体が必要なため傭兵編成よりも属性統一編成で強くなりました。かなり優秀な火力上昇があるため、集荷とともに引き続き主力アタッカーを担いそうです。この他に大きなアップデートはありませんでした。前回のベイラントまとめ動画でも触れた通り、天気メモ拡張や植物育成関連の調整程度でしたね。次のバージョンは大型イベントになりそうなので、その時に大きな調整が入るかもしれません。次の大型イベントは AK12、AR15 の可能性が高いのですが、フェアリンが高性能にもかかわらず現在ガチャをためらわれる理由の一つになっています。フェアリンに続いて AK12、AR15 まで人気キャラが連続で来るとは